Jiban Rashaku Ikait Imasuka。 多くの人が老後になってから気づくことがあります。あの時もっと違う選択をしていれば、なぜあんなに我慢ばかりしていたんだろう。そう思うことありませんか？実はこうした思いを抱えているのはあなただけではありません。多くの方が人生の後半になって初めて同じような気持ちに向き合っているのです。今日は老後に多くの人が後悔すること、そしてその後悔が教えてくれる大切なことについてゆっくりとお話ししていきたいと思います。どうぞリラックスして聞いてくださいね。人生を振り返ったとき、もっと早く知っていれば、そう思うことは誰にでもあります。それは決してあなたが間違っていたからではありません。その時々で精一杯生きてきた証なのです。ある調査によると、60代以上の方の約 70% が人生で何かしら後悔していることがあると答えています。その中でも特に多いのが自分の気持ちを後回しにしてきたこと、無理な人間関係を続けてきたこと、本当にやりたかったことを我慢してきたこと、この3つです。多くの方がこう言います。忙しかったから、家族のためだったから、それが当たり前だと思っていたから。そうです。悪気があったわけではないのです。ただ、毎日を生きることに必死で、自分の心の声に耳を傾ける余裕がなかった。それだけなのです。多くの方が一番後悔していること、それは自分の気持ちをいつも後回しにしてきたことです。70代のある女性はこう話してくれました。若い頃からずっと家族のために生きてきました。夫のため、子供のため、親のため、自分が何をしたいのか、自分が何を感じているのか、それを考える時間さえ持てませんでした。そして気づいたら、自分が何者なのかもわからなくなっていました。特に昭和を生きてきた世代の方々は、我慢することが美徳とされていました。自分の気持ちよりも、周りの期待に応えることが大切。そう教えられてきたのです。だから自分を後回しにすることに何の疑問も持たなかった。それが当然だと思っていた。でも老後になって初めて気づくのです。自分の人生、これでよかったのだろうか。もっと自分らしく生きてもよかったのではないか。そう思ったとき、もう戻れない時間があることに気づきます。でも、ここで大切なことがあります。それは、今からでも遅くはない、ということです。過去は変えられません。でも、これからの時間は、あなた自身が選ぶことができます。二つ目の後悔。それは、無理な人間関係を我慢して続けてきたことです。75歳の男性はこう振り返ります。
会社員時代、気の合わない上司や同僚との関係にずっと悩んでいました。でも波風を立てたくなくてずっと我慢してきました。今思えばあの時間が一番辛かった。そして一番無駄だった。多くの人が人間関係で我慢する理由、それは嫌われたくない、孤立したくない、トラブルを起こしたくない、そんな思いからです。特に日本では和を乱さないことが重視されます。だから自分が傷ついても相手に合わせてしまう。でも老後になって振り返ったとき、多くの方がこう言います。あんなに気を使った相手と今連絡を取っているか。答えはほとんどの場合、いいえです。無理をして続けた関係は結局長くは続かないのです。本当に大切な人間関係とは、無理をしなくても自然体でいられる関係です。そういう関係だけを大切にしていれば、人生はもっとシンプルで、もっと穏やかになります。もし今、無理をして付き合っている人がいるなら、少しずつ距離を置いてみてください。それは冷たいことではありません。自分を大切にするということです。三つ目の後悔。それは本当にやりたかったことをずっと我慢してきたことです。68歳の女性は涙ながらにこう話しました。若い頃、絵を描くことが好きでした。美術大学に行きたかった。でも、親に反対されて、普通の大学に進みました。そのまま就職して、結婚して、子育てをして、気づいたら60年以上、一度も絵筆を握っていませんでした。多くの人がこう思います。いつか時間ができたらやろう。いつか余裕ができたらやろう。でも、そのいつかは、なかなか来ません。そして気づいた時には、体力も気力も衰えている。夢を追うより現実的に生きなさい。そう言われて育った世代も多いでしょう。確かに生活は大切です。家族を養うことも大切です。でも、自分の心が本当に求めているものを完全に無視して生きることは、どこかで必ず歪みを生みます。本当にやりたかったことを我慢した人には、ある共通点があります。それは、あの時、もう少し勇気を出していれば、と何度も何度も同じ言葉を繰り返すことです。でも、ここで諦めないでください。絵を描きたかったなら、今から描けばいい。旅に出たかったなら、今から出ればいい。学びたかったことがあるなら、今から学べばいい。人生に遅すぎることはありません。ここまで3つの後悔についてお話ししてきました。でも、大切なことをお伝えしたいのです。それは、後悔はあなたを責めるためのものではないということです。
後悔を抱えながらも穏やかに生きている人たちがいます。そういう人たちはこう言います。後悔したからこそ気づけた。気づけたから今がある。つまり、後悔はこれからを変えるための気づきなのです。過去の自分を責める必要はありません。あの時のあなたは、その時できる最善を尽くしていた。ただ、知らなかっただけです。気づいていなかっただけです。それは誰のせいでもありません。人生100年時代と言われる今、60代、70代はまだまだ長い時間があります。その時間を過去を悔やんで生きるのか、これからを選んで生きるのか、それはあなた次第です。老後の後悔は自分を責めるためのものではありません。これからを穏やかに生きるための気づきです。今日お話しした3つの後悔から3つの大切な気づきが得られます。1つ目、自分の気持ちを大切にする。もう自分を後回しにしなくていい。あなたの気持ちは何よりも大切です。2つ目、無理な関係から離れる。すべての人に好かれる必要はない。本当に大切な人だけを大切にすればいい。3つ目、やりたいことを今やる。いつかではなく今。小さなことでもいいから始めてみる。これらのこと、すべて完璧にできなくても大丈夫です。少しずつできることから、それだけで人生は大きく変わり始めます。後悔がなくなることはないかもしれません。でも後悔を抱えたまま、穏やかに生きることはできます。それは過去を受け入れ、今を生きるということです。最後にこれだけは伝えさせてください。あなたは十分頑張ってきました。もう自分を責めなくていい。もう我慢しなくていい。これからの時間はあなた自身のために使ってください。人生の後半は人生の総まとめではありません。新しい人生の始まりです。最後にあなたに問いかけたいことがあります。あなたはこれからの時間をどう過ごしたいですか？過去を悔やんでいきますか？それとも今を選んでいきますか？答えはあなたの中にあります。もしこのお話が少しでも心に響いたなら、コメントで教えてください。あなたの思いや経験をぜひ聞かせてください。一人ではありません。同じように感じている人はたくさんいます。一緒にこれからの時間を穏やかに歩んでいきましょう。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。どうぞご自愛ください。